持ち駒の使い方、両取り。今日は両取りを学びます。両取りというのは両方取りになっているということです。持ち駒に桂があって、このように桂馬を打つと相手の金と相手の角を両方同時に狙うことができます。例えば桂馬を打った後、相手が角を逃げると金の方を取ることができますしですね、金の方を逃げると角を取ることができます。相手は、将棋は1手ずつ交代に指すので、桂馬を打った後同時に両方逃げることはできませんね。ですのでこういった両取りを見つけることができるようになるといいでしょう。もう一つ両取りの例としては、よくある形で持ち駒が銀、そして飛車と金がこんな風に並んでいる局面があるかもしれません。こんな時も銀を使った両取りがあります。さあ、どんな風に書けるんでしょうか。これは、銀の特性を生かした両取りなんですが、こんな風に打って飛車取りと金取りとしたいところなんですが、これだとこの金で取られてしまいますね。金と飛車が効いていないマスに駒を打つのがポイントです。答えは3一銀とこちらに打ちます。そうすると飛車と金両方取れることができます。ではもう一つ、そうですね、今度は、飛車を使った両取りをやってみましょう。相手の金と、角がこんな風に置いてあるところをやってみましょう。さあ、ここでどういう風に両取りがあるでしょうか。そうですね、これは答えが2つありそうです。飛車は縦横自由に動くことができますね。いかがでしょうか。答えは2三飛車と打つ手ですね。これだと角が取れそうですし、そして金も取ることができそうですね。両取りになっています。そしてこの局面はもう一つありそうですね。5一飛車とこちら側に打つのも両取りになっていそうです。桂馬や銀、そして飛車、あともう一つ遠くから引く駒、角を利用した両取りというのはよく出てくるので、覚えておきましょう。考えてみようのコーナーです。さあ、こういった局面を作ってみました。これは囲いは銀冠っていう囲いでね、飛車はこう横に動かして、振り飛車というところをちょっと少し作ってみたんですけども、先方の方はまた後々やっていきます。さあ、先ほどお伝えした両取りをかけてもらいたいんですが、飛車角銀桂でできる両取りをすべて見つけてみてください。それでは考えてみましょう。いかがでしたでしょうか。ちょっといろんな駒があるので少し見つけづらかったかもしれないのですが、一つずつやっていきましょう。まずは、両取りに適している駒、桂馬ですねでの両取りなんですが、さあどの辺に両取りできたでしょうか。ここでできそうですね。飛車取りと金取りになっています。まずここですね。次にそうですね、角でできる両取りを探してみましょう。さあ角、そうですね、どこに打つかというとここでしょうかね。飛車取りと銀取りと両方両取りになっています。はい。
ここに打つこともできそうですね。これも飛車取りと金取りですね。この場合こんな風に4三銀と、両方同時に相手も受けてくるかもしれませんが、こうやって飛車の方を取って、相手も角を取ると、たくさん得はしないんですが、少しね飛車の方が価値が高いので、ちょっと得をした交換になりますね。はい、4一角もありました。さあその時に4一角もねあるんですが、4一銀とね同じ斜めに行く駒だと角よりも小さな駒で打つのもありますね。これ飛車取りと金取りになっています。先ほどと同じように4三銀と、相手も同時に受けるかもしれませんが、飛車の方を取って、今度は相手は、銀ですね、この小さな駒の銀を取って、飛車と銀の交換だったら飛車を取った方が得ですね。はい、ですので4一に駒を置いて両取りにする場合は銀の方がいいですね。はい、銀はもう一つありましたね。はい、そうですね、銀はここもありそうでしたね。はい、ここで一応この金とこの金とね両方取れそうです。この場合もこのように両取りにしたらこうやってね逃げるかもしれないんですが、こっちの金を取っておいて同金と取ると、相手は銀自分は金で、少しだけ得をする交換になりますね。ですので6一銀とここに銀を打つのも両取りになっています。はい、そして残りは飛車ですね。飛車の両取り。さあどこに打つのがいいでしょうか。ちょっとこのマジックをやりましょうか。はい、この銀も狙って5六飛車とここに打つ両取りも良さそうですね。金取りと銀取りと両方狙っています。ということで全部で何個あったでしょうか。数えてみましょう。1、2、3、4、5つありました。はい、皆さんできましたか。今回は持ち駒を使うということで両取りというお話をしました。角、銀、桂、そして飛車は両取りに適した駒なんですが、その駒を使って同時に相手の駒を2つ狙うというのが両取りです。盤上に駒がたくさんあると両取りというのもちょっと見つけづらいかもしれないのですが、頑張って見つけてみてください。